皆さんこんにちは、セナです。このチャンネルでは日本の文化やしきたり、生活、歴史、日本のちょっと面白いことについてお話ししています。皆さんは今日はいかがお過ごしですか？皆さんがいる国や町の天気は今日はいかがですか？今日はちょっとドキッとするようなテーマを持ってきました。というのも日本にあるマナーについてお話ししようと思います。このテーマについてお話ししようか、実は少しというかすごく悩みました。というのもこの動画を見た後に、ではこのマナーを日本に旅行に行った時に守ってくださいっていうような動画にはしたくないという気持ちが強くありました。でも考えてみると、どの国にもどの町にもルールがマナーがありますよね。今回お話しする日本のマナーは、もしかしたら外国人の人からすると、観光客の人からすると、なんでどうしてっていう風なマナーも結構あるかもしれません。でも私はこう思いました。せっかく日本の旅行を楽しみにして旅行に来たのに、なぜかわからないけど近くにいる日本人から不快そうな顔をされたとか、嫌そうな顔をされた、でもどうしてかわからないっていう、こういう経験をしてほしくないなと思って、この動画を作ろうと決めました。私も旅行が大好きです。今まで日本国内や海外旅行などをしてきて、幸い差別的な発言をされたり傷ついたりしたことは一度もないです。逆にその現地の人であったり同じ観光客の人に助けられて、とても嬉しい楽しい思い出がたくさんあります。でももしかしたら私が気づかないところで、私はその土地の現地の人に対して、迷惑になるような行為をしていたかもしれない。今回そういったことが起こらないように、起こっても何か対処できるようにこの動画を作ろうと思いました。なので今回の動画は、私が発信した言葉一つだけを汲み取って、言葉だけが一人歩きして、日本は固い国だな、頭が固い国だなというふうにも思ってほしくないです。でも同時に押し付けでもしたくないです。なので今回は、これから日本に旅行に行く人にとっても、今日本に住んでいる日本人、また他の人にとっても、どちらも幸せになるような動画にしたいなと思ってこれを撮っています。パンデミック以降、海外からの旅行者数は日本ではとても増えています。私は2022年3年ぐらい前から、韓国に行ったりオーストラリアに住んだり、日本を離れる機会が少し多かったです。なので日本に帰国するたびに感じることが、また海外旅行者が増えてるなと感じることです。私は、帰国した際は大阪あたりに滞在することが多いのですが、滞在した時も皆さん知っている人もいるかもなと思うんですけど、難波の道頓堀のあたりなんかもう本当に人が多すぎて歩けないくらいですよね。こんなように海外からの旅行者数、観光客の人が来て日本の良さを知ってもらう。例えば日本食って美味しいなとか、日本って綺麗な場所がたくさんあるなとか、そういうふうに思ってもらうことは本当にありがたいことです。ありがたいし、私たちも日本人もとても誇りに思います。しかしそれと比例して日本では海外旅行者のマナーが悪いというニュースが取り上げられているのも事実です。このニュースを、もう数年にわたって見ている私からすると、それって日本人基準じゃないって思うマナーが、多くあるなと私自身感じます。私自身、海外旅行に行ったり海外に住んでみて、他の国と比較した時に思うことが、日本人って几帳面な人が多いんですよね。几帳面で、もしかしたらちょっと神経質って思うこともあります。もしかしたら私も日本人なので、もしかしたら、海外の友達からそういう風に思われている、セナってちょっと几帳面、神経質とか思われてることもあるかもしれないんですけれど、この几帳面さ、神経質がポジティブな面もあればネガティブな面もある。こういったものが日本のマナーを形作っているのではないかなと思います。今回は大きく分けて5つご紹介したいなと思います。1つ目が、交通機関のルール。
2つ目がゴミの分別について、3つ目が神社の参詣について、4つ目が、温泉お風呂の文化ですね、お風呂について、そして最後に番外編として食事の時のマナーについてお話ししようと思います。まず電車やバスでのタクシーもですね、交通機関のルールマナーについてお話ししようと思います。まず観光客の人が日本に来て最初に行くのが空港であったり、船で来る人があれば港であったりに着いた後は、また次の目的地に行くために電車であったり地下鉄であったりバスタクシーに乗ったりしますよね。こういった交通機関では日本では静かにすることが大切です。この静かにするということも話してはいけないというわけではなくて、話す時もちょっと小声で、そういう努力が必要なんですね。例えば大声で話してしまうとか、ちょっと見かけるのが、例えばマナーボードにせず音を出したまま TikTok や動画などを見ているであったりとか、そういったことは日本ではマナー違反になります。日本人は恥ずかしがり屋さんなんですね。目立ちたくないという気持ちが強いので、なんていうか、それが理由で静かに乗ることが多分普通になっていったんだと思います、昔から。でも一方でわかるんですよ。観光客の人もスーツケースを持って電車に乗っているところを見て、今日本に着いたよってきっと家族に電話してるんだろうなっていう風な気持ちもわかるんですが、できれば公共交通機関ではないところでそういった電話であったり何か動画を見るであったりはイヤホンをするであったり、できるだけ静かにしていただきたいなというのがあります。また日本には優先座席があります。優先座席というのは、妊婦さんですね、妊娠している女性の方であったり、あとは、体が不自由な方、あとは年寄りの方ですね、ちょっと年配の方、そんな人が、座れるように混み合った電車内でも座れるように設置されたのが優先座席です。これも日本では比較的電車が混み合ってなくて席が空いている時はそこに座ったりとかもあるんですが、やっぱり人が多くなってくるとそこを開けて誰かに譲ったりすることは大切だなと思います。あとタクシーのマナーというよりかはちょっとお知らせ情報なんですけど、タクシーを呼んだ際に、日本では助手席、タクシーのドライバーさんの隣ではなくて後ろに乗るのが普通です。で、後ろに乗る時もドアを開けてくれるんですね。開けてくれるというか自動で開くんですね。なので自分で閉める必要はないです。なんかそれをしてしまうと多分自動が壊れてしまうきっかけにもなるんじゃないかなと思うので、そういったタクシーはもう乗り降り、後ろの後部座席は特に自分でこういったドアを開けたりはしないでください。これも別にマナーとかではないですけど知ってたらいいなという点です。次はゴミの分別についてです。私の海外の友達からよく言われることは、日本ってゴミ箱が少ないということですね。私も指摘されて気づいたんですが、ハッとしたんですが、確かにゴミ箱少ないですよね。これもいろいろ今回の動画を作るにあたって調べていくと調べて行き着いたのが、今回この動画では正しい回答ができないことです。すみません。これはちょっとオーバーツーリズムによってゴミの増加、街のゴミの増加が本当に深刻な問題になっていて、こうしたらいいよっていうもう明確な答えは今日はお届けできないです。しかし私が考えた中では、例えば駅の構内であったり、改札の後でも改札の前でも駅の構内であったりはゴミ箱があります。あとショッピングモールなんかもゴミ箱があります。そして気をつけていただきたいのが、コンビニにもゴミ箱はあるんですね。ですがこれはそのコンビニで買ったもの、消費したもののから出たゴミを捨てるにあたってはいいんですが、他から持ってきたゴミを捨てられるのは多分そのコンビニ各店舗からはちょっと迷惑行為に当たるのかなというニュースなど記事などを見かけました。ね、それも限度があるとは思います。
こういったお菓子を食べた後のなんか小さいくずとかだったら捨ててもいいかなと個人的には思うんですが、見かけたのが家庭ゴミ、お家でできたゴミをわざわざコンビニに持ってきて捨ててしまうような人もいたらしく、そういった大きいゴミをわざわざコンビニに行って捨てることはしないでいただきたいです。はい、これはすごく難しい問題だなと思うし、あとその日本でゴミが増える理由が個包装が多いと思うんですね。個包装というのがもう各一つのアイテムにつき包装されているということですね。日本でよくあるのが、例えばお菓子を包んでる紙があって、でもその紙を包んでるプラスチックがあって、そのプラスチックたくさんあるゴミじゃないお菓子を包んでる大きい袋があるみたいなことがあって、すごく過包装包装が多すぎるっていうのはあるなと思って、これも一つ理由があって、日本にはお土産文化というものがあります。お土産というのは、例えば旅行に行った後に友達にどこどこに旅行に行ってきたよって言って、そのご当地とかそこで有名なお菓子とか、雑貨とかを友達や家族にあげる文化ですね。これは、仕事場でもされていて、お休みをいただいてありがとうございますっていうお礼とともにお菓子をもう会社の例えばそのオフィス内とかであげたりする文化があるんですね。これも特にお土産のお菓子は個包装だとなんていうかたくさんの人に配れますよね。なのでこれで重宝されているから、日本の特にお菓子は個包装が多いなと思います。はいね、これもなんていうか本末転倒なのかなと思うんですが、たくさん配れるからって言ってもやっぱり環境問題にもなるし、こういったゴミの問題は今もなおちょっと改善がすごく必要な分野になってきているみたいです。またその捨てる場所がないゴミはどうしたらいいのというところなんですが、日本では私が小さい時学校ではゴミ袋を遠足なんかに持っていくように指導されました。その学校で遠足がありますね。その時にお菓子も持っていきますね。お菓子や、おにぎりであったりお弁当であったり、そういった時に出るゴミを入れるゴミ袋を持ってきなさいっていう風に先生に教えられました。それも大人になった今毎日しているかと言われるとそうではないと思うんですが、どこか遠出する時であったりはゴミ袋は持っています。このゴミ袋に入れて、次のゴミ箱が見つかるまで持ってるということはちょっとよくあることなのかなと思います。ただポイ捨てだけはしてほしくないです。ポイ捨てというのはもう道にポイと捨てることですね。ポイ捨てというんですが、もしかしたら日本は道にゴミがないことで有名だった過去があるかもしれません。今はどうなんでしょうか。でも田舎に行くととても道はきれいです。ゴミが全くなくてきれいです。なのでそういったようにここも観光客の人もちょっと気をつけていただけたらなと思うところです。次に神社についてお話ししようと思います。神社の参詣ですね。参詣というのはお参りをすることですね。この神様に敬意を表すこと。この際に気をつけていただきたいというか知っておいてほしいことがいくつかあります。一つ目が神社に行くと赤い鳥居があります。こういったような鳥居があります。この前でよくきっと年配の方では多いと思うんですが、日本人は一礼をします。これもこの鳥居が人間の領域と神様の領域を区別していると言われていて、人間側は神様にお邪魔しますというような、失礼しますというような意味も込めてお礼もしたりします。私のおばあちゃんはいつもしますね。小さい神社でもよくします。こういったことも見かけたら何してるんだろうという感じじゃなくて、なんか敬意を表しているんだなっていう風に捉えていただければいいなと思います。そしてその鳥居をくぐった先には手水屋という建物があります。そこでは水で手や口を洗うんですね。そういったことをよく神社ではします。きっとどこの神社でもあるかなと思うんですけど、こういったように水をすくって、まず右手ですくって左手を洗う。そして次にまた、
左手で水をすくって右手を洗う。その後に洗った手で手にまた水を入れて、それを口に持ってきて口をゆすぐということをします。なんですが、これを見よう見まねでしてしまうと、体が勝手に水をすくったこのコップを口の中に入れてしまうことがあるんですね。よく見るんですね。それはちょっとやっぱりそれをしてしまうと、次に使う人がちょっと不快な思いをすることもあるかもしれないので、ちゃんと手に水を入れてくださいね。はい、こういったところが、ここが手水屋という場所です。そしてこれは手や口を清めるという意味があります。きれいにして神様の前に行くという意味ですね。そして行くとやっぱり神社なのでお祈りをしますね。神社でのお祈りはお願いしますというよりかは、日々の感謝を伝える場所という方が多分認識的にはふさわしいかなと思います。そしてそのお祈りというかお祈りと言いましょうね。お祈りのスタイルもあって、これが二礼二拍手お祈り一礼と言います。二礼なので2回礼をするんですね。2回礼をして、そして拍手パンパンとして、でその時に感謝を述べます。お祈りをします。そしてまた一礼します。これが日本の神道での神社での、お寺でもありますかね、のお祈りのスタイルです。はい、これをしてもし賽銭箱といってコインですね、この5円玉10円玉100円玉とかを入れるところもあるので、そういったところにお金を入れるであったり、そういったこともよくされます。そして神社は先ほども言ったように神様のお家なんですね。神様のお家と捉えていただければいいかなと思うんですが、お祭りごと以外では境内神社の中では走らないでほしいし、タバコも吸わないでほしいし、できれば飲食もしないでいただきたいですね。はい、あとは写真撮影もほとんどのところで許可はされているとは思うんですが、例えばそういった歴史的にすごく大切な神社であったり、神社の中の神殿といって、その建物の中に神様がいる場所があるんですね。そこなんかは写真は撮ってはいけないっていうような決まりもあったり、張り紙もあったりしますので、そこも気をつけていただきたいポイントです。あと神社でもう一つ大切にしていただきたいのが、神社にはよくすごく立派な木があります。大きくて高い木があります。これはただの木ではありません。ご神木といって神様が宿っている木なんですね。この神社があるこの神とこの宗教の考え方は偶像崇拝ではありません。偶像崇拝、何か形になった人であったり何か動物であったりをお祈りする宗教ではなくて、自然崇拝なんですね。日本では代々すごく大きい綺麗な山を見た時であったり、すごく穏やかなに流れる川を見た時であったり、あとはこういった大きい立派な木、大きい岩なんかも見た時に、ここに神様が宿っていらっしゃるっていう風にして、すごく敬意を表す対象になったんですね。なので特に神社にある木はそこにも神様が宿っているとされています。すごく大切なものです。もしかしたら何か綱でこうやって囲われていてちょっとスペシャルなのかなっていう雰囲気は多分感じるかもしれないんですが、これにはできれば触らないでほしいし、小さい子供なんかも木登りはしないでいただきたいし、こういったところもできれば気をつけていただけたら日本人としてとても嬉しいなと思います。4つ目は温泉についてお話ししたいと思います。日本では活火山といって火山ですねが日本各地でたくさんあります。これによって自然災害もたくさんあるんですが、温泉という恩恵も得ています。温泉は例えばアイスランドであったりアメリカの方でも活火山があるから温泉があったりはあると思うんですが、ちょっと海外とは違うマナーが日本ではあります。
ね、初めて日本の温泉に行った時にみんなが裸になってるのを見てどうしたらいいのと思うこともあると思うので、今回の注意点を踏まえて楽しんでいただけたらなと思います。まず一つ目が、日本の温泉では全て服を脱ぎます。脱衣所で服を脱いでロッカーに入れて入るんですね。一部の温泉ではもしかしたら水着も許可されているところがあるかもしれないんですけど、私が20年間生きてきて水着が OK の温泉には行ったことがないので、ちょっとこれは分かりません。でこの、服を脱いで温泉に入った時に、まずかけ湯といって、もう体全体にお湯を、この温泉のお湯ではなくてシャワーとかですね、シャワーからかけて体をきれいにしてから温泉に入ってほしいです。これも日本人の几帳面というかきれい好きの面から来ていて、やっぱりね、シャワーをしないままみんなが入っている温泉に入ってしまうと、ちょっと不快な気持ち、不衛生だなと思う気持ちがあると思うので、ここはすごく気をつけていただきたいです。温泉に入る前はシャワーなんかで、体を洗うことですね。そして女性なんかは特にこの長い髪、私なんかもそうなんですけど、髪は長い人は絶対に髪を上で結んでからお湯に入ってほしいです。これもすごくちょっとね細かいなとは思うんですけど、髪をお湯に使ってしまうとやっぱり不衛生と思う人がいるので、髪は絶対にアップにしてください。そしてもう一つ、タオルですね。タオルもお湯につけないでいただきたいです。これもね、未使用のタオルですっていうのもあると思うんですけど、やっぱり誰かが持ってる、誰かが使ってるお湯をその温泉に浸すというか入れるのはダメ、 NG な行為になります。こういったようにすごく細かいルールがたくさんあるので、なんか嫌になってほしくないんですけど、こういったルールがあります。そして温泉といえば大事なことで、タトゥーとか入れ墨が禁止されているところが多いです。というかもうほとんどです。この最近は観光客、外国から来る観光客に向けてのタトゥーフレンドリーなどの温泉があったり、結構そういったところも増えてきているなというのは感じます。しかしもし温泉に行きたい、温泉に行く予定があるのであれば、もしタトゥーがある人、もう小さいものでもですよ、の人は事前にその温泉の施設に確認してくださいね。そのウェブサイトで見たりとか、直接問い合わせてみたりとかして、しっかり確認してもフレンドリーとは言えどテープで貼ってくださいであったりとか、そういった細かいまたルールがあるかもしれないです。なのでそういったところはもう事前に調べておいて、観光客の方もまたその現地にいる日本人もみんなが楽しんで、ね、温泉を楽しめたらいいなと思います。最後に食事のマナーについてです。これだけマナーと言ってきたので、これはもう番外編としてこのマナーを日本のレストランで食べる時にしてくださいという意味ではありません。ただもしあなたに日本で日本人の家族に招かれてご飯を食べる機会、お家で食べる機会があったら、ちょっと思い浮かべて、ふと思い浮かべてほしい注意点ではあります。この食事のマナーは外国で国それぞれいろいろあると思うんですね。私は、韓国に半年間住んでいたことがありました。その際に現地の友達に、韓国では器を持たないんだよ、器をこうやって持ち上げて食べたりしないんだよということを教えてもらいました。それは実は日本とは逆の文化です。日本では逆に器を持たないと行儀が悪い、マナーになってないとされています。私はその韓国で日本とは逆なんだと思って、その韓国のマナーに従って器を持たずにこうやってご飯を食べるようにしたんですね。それが私は馴染んでしまったのか、半年後日本に帰国して家族と一緒にご飯を食べている時に器を持たずに食べてしまったんですね。するとおばあちゃんから器を持ちなさいとすごく注意を受けて、そうだと思って、こういったように
もう真逆のマナーもあるので、これに従ってくださいというわけではありません。ご紹介になります。日本ではお箸のマナーがたくさんあります。一つとして縦箸といって、例えばご飯、白ご飯であったり、お肉とかでもそうですけど、それにお箸をプスって2本刺さないでほしいです。これは縦箸といって死んだ人を連想する行為になるんですね。亡くなった人にも日本ではご飯を持ってお供えをする文化があります。その時に個人に亡くなった人に持ったご飯にお箸を縦に刺す、こういった文化があります。これを連想させるので、こういったみんなともう本当の実際の食事の場面でこれはしないでいただきたいです。同じような関連でいくと、渡し箸というマナーもあります。渡し箸というのは、例えば私がお箸で唐揚げを持っているとしましょうね。そしてこれを誰かのお箸に直接渡すこと、これを渡し箸と言います。これも日本ではお葬式の時に、日本では火葬が一般的なんですが、お骨になった後に骨を、お箸でこうやってお箸というかその専属の専用のお箸で取って、それをまた他の親族であったり大切な人にまた渡すことがあるんですね。こういう行為をするんですね。これを連想させるから、お箸とお箸同士で何か食べ物を渡すことは NG です。はい、このようにたくさんお箸のマナーがありますなので本当に細かいってなるんですけど、できればご飯食べる時に思い浮かべてほしいです。そしてもう一つ変わったルールがあって、これだけ静かにしてくださいとか、日本人はとても几帳面ですとか話してるんですけど、麺を食べるときはすすって食べます。これはラーメンであったりお蕎麦であったりおうどんであったり、こういったのをすすって音を立てて吸って食べるんですね。これをした方がいいんです。しない方がいいじゃなくてした方がいいんです。これはもともと麺と一緒に合わさったスープ、この汁と一緒に勢いよく吸うことで口にどっちも同時に来て美味しく味わえるという理由があります。これもこれだけ音を立てないでくださいといろいろ言ってるのに反対のことなんですけど、これはね、もし日本に行ってラーメン屋さんに行ったら一度チャレンジしてみてください皆さん吸ってるので。でも私もやっぱり外国に住む身としては逆に気をつけます。こちらのお友達と一緒に麺類を食べるとき、ラーメンであってもそばであっても、そういった時はすすらないようにお箸で口に持っていて、若干難しいなと思いながらもこうやって食べるようにはしています。私が小さい時はまだこの吸う力がなかった時にお箸で運んで食べてたんですね、おうどんを。でもお母さんにそれは行儀が悪いからすすれるようになりなさいというふうに指導を受けました。教えられました。はい、こういったちょっと変わったマナーもあります。また日本では食べ残しもできる限りしないでほしいです。他の国や文化では食べ残すという意味はもうこんなに食べられないほど美味しい食べ物だったよという風なポジティブな意味もあるそうなんですが、日本では米粒一粒でも残さないというのが良しとされています。これも難しいですが、できれば努力していただきたいなと思うところです。今回はこのように日本にあるマナーについてお話をしました。この日本のマナーはもう分かる通りにちょっと特殊なのかなと思います。風土であったり何か文化的な背景があったり、そういったことがあるのでちょっと気をつけないといけないことが多いんですが、でもこれを知って皆さんには旅行を楽しんでいただきたいというのが私の本当の気持ちです。こういったマナーは外国の方には理解されづらかったりもあるんですが、日本人からすると伝統を守っているんですね。伝統であるそのマナールールもできれば来た人に守ってほしいっていう風な気持ちが強くある国民性だと思います。
何かを容易に受け入れるのではなく、代々あり続けたもの、受け継がれてきたものを守るような国民性だと思います。なのでちょっとふとした時に日本に旅行中にこういうことを言ってたなとか、こういう情報があったなっていう風にふと思い出してもらえるだけでもとてもありがたいです。それをまた行動にして表していただければね、もっとみんなが、観光客も日本人もみんなが楽しい雰囲気になるんじゃないかなと思います。ではこのエピソードは今日はここまでです。この動画がいいなと思ったらいいねをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。